にちは、おっちゃんドドドドです。ついに完成ですが、いきなり完成動画ではありがたみがないので、今回の動画も途中まで作業動画です。4回目になるのかな。ということで大幅にカット編集した動画をお楽しみください。おっちゃん、パテ作業もこなれてきました。良い感じ。パテと硬化剤をしっかり混ぜるようにしましょう。パテが硬化不良になったりします。ほぼ FRP で形はできてるので、へこみや歪みをパテで修正します。 FRP のパテなので馴染みはバッチリ。薄く塗ってもちゃんとパテが食いついてます。パテ研ぎ省略、さらに省略。完成が見えてきました。荒削りにサンダーをチョイス。車庫がパテの粉まみれに。ですが時短に欠かせない道具、後でしっかり掃除します。実は急いでる理由がございまして、5月の NM4 のミーティングに間に合わせようと毎日徹夜で必死に頑張ってます。時系列がおかしくなりますが、淡路島ミーティング楽しかった。なんとかごまかして完成させました。笑い。ミーティングに合わせて手抜き状態でお披露目だったので、おっちゃんの最近の作業はもっぱら修正作業ばかりです。こんな感じ。歪んだラインも修正せずにペーパー目や傷だらけのままお披露目しました。慌てた分手直しに手間が増えてめんどくさい感じになってます。じっくり手直ししていきたいと思います。さて作業に戻ります。純正のテールランプの光を利用してみようかなと考え中。ということは穴を開けなければ。その前にフィッティング、左右の骨組みも完成したので固定してみました。どうやらうまくいきそうです。大体のラインを鉛筆でいつものノコギリで穴開けスタート。慎重に繊細で大胆に。反対側からもノコを入れます。だんだんイライラしてきました。作業が雑になってくるおっちゃんの悪い癖です。反省。角っこはノコが入らないのでドリルで穴を開けながら調整します。これもまた慎重に。見返してみると全然慎重じゃないですね。笑い。取れました。ですが分厚い。裏の補強をやりすぎたようです。これは一旦置いといて、じゃじゃーん。車用の LED リフレクターを購入。フェンダーにはめ込んで使ってみようかなと。片方に穴を開けて装着。いけそう。バランスも良い感じかな。ということでもう片方の穴を開けます。最初の溝を掘るのに苦労しました。ノコの刃を寝かせてちょっとずつ。ミスったら修復作業になるので、隅っこはやはりドリルで。取れました。何回か修正しながらうまくはまったようです。我ながらうまくできたと妻に何回も見せに行きました。このフェンダーももう少し修正しながら仕上げていきたいと思います。続きましてテールランプカバー。ささっと黒のスプレーを塗ってみましたが、ペーパー目がひどかったので研いでやり直しです。実はこの後淡路島ミーティングに行く前日だったので、まだペーパー目が出てきてたんですが妥協してしまいました。なんとかテカテカに。ですが乾燥するとツヤが引けてきます。なのでクリアーを吹きつけます。最初はパラ吹きでいきなりべっとり塗ると垂れたり失敗の原因になります。おっちゃん、この
の時点で本来は失敗確定だったのですが、笑い。この箇所も後日パテから作り直したので、見た目にはうまくいってますが、どうも缶スプレーは艶引きが激しいです。ウレタンクリアーならしかしお高いということで妥協版完成。淡路島ミーティングから帰ってきたら修正します。はい、帰ってきたので修正開始。なんとかミーティングに間に合わせたと言い訳をいっぱいしてきました。サフェーサーの残りが少なかったのでケチってパラ拭き。失敗の原因が増えるのでパラ拭きはやめましょう。ガサガサの肌に仕上がります。塗装動画も大して面白くないので省略。結局艶消しの黒で仕上げてみました。塗れば塗るほど失敗するためです。赤い部分はアクリル板にクリアーレッドを塗装してあります。純正のテールランプの光で光るようにしてあります。光を当てるとよくわかります。中の純正テールランプが光ってます。これ単体でもかっこよい感じもするな。おっちゃん無駄なものを作っちゃったかもしれない。ということで完成。省略しすぎました、ごめんなさい。いろいろと時間をかけて修正をしてきたけど、おっちゃん本人でも何が良くなったのかさっぱりわかりません。そして光具合を夜にチェック。暗いと気持ち眩しい感じもしますが、視認は良くなったかなという感じで一段落。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。